私の方が圧倒的にいい女でしょ。結婚式にそぐわないド派手なドレスを着た妹は不敵な笑みを浮かべている。今まで私から何もかも奪ってきた妹。今回も私の一番大事なものを奪うつもりなの。そんなの絶対に許さない。地獄に落ちるのはあなただから。その話、そんな大きな声でしていいの？え？妹はきょとんとした顔をして私の視線の先を振り返った。私はマリナ、29歳。私は家族というものは本来何でも話せる中で気を使わず信頼できるものということを大人になってから初めて知った。というのも私には小さい頃から信用できない家族がいたからだ。それは妹のかすみ。かすみは私の2歳下の妹だ。今まで自分にすべて注がれていた愛が妹や弟に取られると赤ちゃん返りをしてしまう子供も多いそうだが、親の話によると私はそのようなこともなく妹のかすみをすごく可愛がっていたそうだ。そういうこともあり、両親はかすみに甘かった。私の物分かりがいいことをこれ幸いと思い、何かというと、お姉ちゃんだから妹に譲りなさいと私に言い聞かせてきた。私もそれが当たり前になっていたし、悪いことにかすみもそれが当たり前になっていた。かすみは、お姉ちゃんのケーキの方が大きい。私のと変えて。お姉ちゃんの筆箱いいな。私にちょうだい。このように私のものを当たり前のように欲しがり、奪っていた。親は子育てが楽だったろうと思う。姉の私に我慢させれば争い事は何も起きなかったからだ。これは成長してからも同じだった。特に中高生になり、恋をするような年頃になってからひどくなった。かすみは私の憧れの人、好きな人、付き合っている人をことごとく奪うのだ。少しでも憧れていると伝えたら、翌日にはその人にアプローチをしに行き、自分のものにしている。しかし、かすみの目的は私の好きな人を奪うということだけにあるようで、手に入れたらすぐに捨ててしまっていた。私がそのことについてかすみに文句を言うと、別に私も好きになったから近寄ってるだけだから。付き合った後、つまんない人だって分かったから捨ててるだけ。お姉ちゃんだって好きなら告白したらいいじゃん。という。私とかすみだったら多くの男性がかすみを選ぶということを分かって言っているのだ。そんな風だったから私は家族には好きな人はもちろん、自分の好きなものややりたいことなどは話さないようにしていた。うかつに話すとかすみに邪魔をされてしまうからだ。私とかすみは姉妹なのに何もかもが違った。私は真面目で勉強が得意な方だった。友達はそんなに多い方ではなかったが、親友と呼べる子が一人か二人いればそれでいいと思うタイプだ。かすみは勉強は得意ではなく、むしろ苦手だった。ただ、顔がすごく可愛かったし、愛嬌もよく、たくさんの人に人気があった。モテすぎると女性にはやっかまれそうだが、そこもうまくかわしていたようだ。要領がいいのだろう。私は自分とかすみを比べるのではなく、自分の長所を伸ばそうと思い、たくさん勉強した。そして有名大学に進学し、大企業に就職することができた。そして、勤めた会社で現在の旦那である圭介と出会ったのだ。圭介とは仕事で同じプロジェクトの担当になったことで知り合った。お互いの空気感がぴったり合うし、一緒にいて落ち着いた。それは圭介も同じだったようで、ほどなくして付き合うことになり、1年ほどして結婚することになった。大学に進学してからは家を出たので家族とはかなり疎遠になっていた。かすみがそのまま家にいたからという理由もあるが、私にとって実家はあまり居心地のいい場所ではなかったからだ。基本的には1年に一度、年末年始に帰るか帰らないかという程度の付き合いだ。私はそれで十分だと思っていたし、むしろそれでも多いと思っていたくらいだ。絶縁するほど家族が嫌いなわけではない。
というくらいの気持ちだった。しかしさすがに結婚の報告をしないわけにはいかない。私は母に連絡を入れ、圭介を連れて結婚の挨拶に行った。案の定、かすみはバッチリメイクと可愛い服装で待ち構えていた。かすみは明るい声と笑顔で圭介に、こんにちは、と挨拶をしていた。結婚報告自体は穏やかな雰囲気で進んだ。しかし食事の間、かすみは圭介にべったりだった。お姉ちゃんと同じ会社ってことは、かなりエリートですね。かなりイケメンですよね。すごいモテるんじゃないですか？お姉ちゃんのどんなところが好きになったんですか？私も結婚相手探してるんですよ。料理も得意だし、お掃除も大好きなのになかなかいい相手いなくて。と、この調子だ。料理やお掃除なんてしているところは一度も見たことがないが、私が家を出ている間に少しはするようになったのだろうかと思い、両親の顔を見た。すると何とも言えない顔をして視線を遠くに向けている。挨拶の帰り道で圭介が言った、個性的な妹さんだね。という言葉は精一杯気を使ってのものだったのだろう。しかしかすみからの猛攻はこれだけでは終わらなかったのだ。かすみは挨拶の日に圭介に LINE を聞いたそうだ。圭介も、親族になるわけだから断るのもどうかと思って。と、その日のうちに報告をしてくれていた。その日から毎日かすみからの LINE が止まらなかったそうだ。おはようございます。お疲れ様です。などの挨拶から始まり、今度の週末カフェ行きませんか？行ってみたいバーがあるんですけど、女性一人じゃ行きにくくて、など何かと理由をつけて圭介を誘うのだ。圭介は角が立たないようにいつもうまく断っていた。すると今度は会社の前で待ち伏せされるようになったそうだ。偶然を装って圭介に声をかけ、食事をして帰ろうと誘うとのことだった。圭介はここでも、家でマリナがご飯作ってくれてるから、なんなら一緒に食べる？と言って毎回断っていたそう。いつもなら最初の LINE 攻撃か、少なくとも食事に誘った段階で男性は自分のことを気になり出すと信じて疑わないかすみからすると意外だったようだ。一度かすみから、圭介さんって目が悪いのかな？と失礼なことを聞かれたこともある。しかしかすみはここでめげなかった。毎週のように週末に我が家に遊びに来ては、お姉ちゃん、お菓子食べたいからお菓子買ってきてよ。お姉ちゃん、長いこと美容院行ってないでしょ？ボサボサだよ。私の知ってるいい美容院紹介するから行ってきなよ。など言って、私を追い出してどうにか圭介と二人きりになろうとしていた。それでもなかなか圭介が自分のものにならず、かすみはイライラしている様子だった。そんなある日、いつものように遊びに来ていたかすみからある報告があった。お姉ちゃん、私結婚するの！と笑顔で言ってきたのだ。その報告があった前日にも、圭介に一緒に食事に行こうと熱心に誘っていたので意外だった。おめでとう。どんな人？と聞くと、親が会社社長でね、先々継ぐことになってるの。今は会社員なんだけどね。やっぱり顔と性格がいいと玉の腰に乗れるのよね。人生勝ち組。と、ドヤ顔で語っていた。相手が御曹司であろうがホームレスであろうが、これで私たちが付きまとわれることはなくなると、私も圭介も安心したものだ。そしてまた後日、かすみがまた我が家にやってきて、私の結婚式のドレスについていろいろと質問をしてきた。どこのブランドか、どんなデザインか、カラードレスはどんなものか、本当に細かいところまで聞いてくるのだ。私は嫌な予感がした。その中で、私のドレスのブランドやデザインについて、パンフレットや写真を見せながらかすみに教えた。かすみはスマホでメモをしたり、パンフレットの写真を撮ったりしていた。私ももうすぐ結婚するわけだから参考にしたくてね。と、満面の笑みだ。これ以降、かすみから圭介へのアプローチは多少はありつつもだいぶ収まった。
そして結婚式当日のこと。私たちの式場は控え室で新郎新婦が会場の様子を見ることができるのだ。そこで私は目を疑う光景を見た。みんなが楽しく談笑している風景の中に一人異質な人物がいた。それはかすみだ。かすみは真っ白なドレスでスカートはふわふわと広がり、ウエストについたリボンは大きく揺れていた。胸元はきれいな花の刺繍に美獣が輝いていた。それは私がかすみに、これを着るのよ、と見せたウェディングドレスとほぼ同じようなデザインだったのだ。ただそれがミニドレスになっただけだ。私は言葉を失った。映像を見ていると、周りもかすみを困惑した目で見ている。かすみは自分と私の美しさの差を見せつけ、私に恥をかかせるためにそのようなドレスを着てきたのだ。理由を聞かずともわかる。非常識だとは思っていたが、ここまでとは思わなかった。私の妹だからと、かすみのことをいつも悪く言わないでくれる圭介も、これはすごいな、とさすがにフォローしきれないようだった。私たちはあることを話し合い、気を取り直して入場した。拍手に包まれながら入場し、私がかすみの顔を見ると、ものすごく驚いた顔をした後、怒りの形相に変わった。そう、私はかすみに伝えていたドレスと違うドレスを着て入場したのだ。私はきれいめで、あまりブリブリしたドレスは好きではなかったので、シンプルなマーメイドドレスにした。周囲からは、きれい、上品、と嬉しい言葉をもらった。かすみの近くを通ったとき、引きつった顔で、お姉ちゃん、もっと可愛いドレスにしたんじゃなかった？と質問してきたので、直前に変更になったの。かすみのドレスもすごく可愛い、似合ってるわよ。と余裕の笑顔で返した。かすみは作り笑いをする余裕もないほどに顔が歪んでいた。そして次のお色直し、また控え室から会場の様子を見ていると、なんとかすみも着替えていたのだ。それは真っ赤なミニドレスでウエストに黒いリボンのついたデザイン。もちろんこれも私が結婚式のお色直しで着るとかすみに伝えていたドレスとほぼ同じデザインだ。そして私たち二人は和装で入場した。この時のかすみの顔も私には忘れられないものになった。血管が切れるのではないかというほど顔を真っ赤にし、歯を食いしばってこちらを睨みつけていたのだ。私は大学から離れていると言っても、長いことかすみの姉だったのだ。ドレスについて根掘り葉掘り聞かれている段階で、結婚式当日に同じような服装をしようとしているのだということが容易に想像できた。だからわざと違うドレスを伝えたのだ。その後式はつつがなく進行していった。そして次の中座の時間に事件は起こった。かすみが控え室に乗り込んできたのだ。そして、圭介さん、そんな勉強しか脳がない地味でブスな女より私の方がいいでしょ？と、今までになくストレートに言葉をぶつけてきた。圭介は冷静に、いや、僕が好きなのはマリナだし、マリナより素敵な女性はいないって思ってるから結婚するんだよ。と答えていた。それでもかすみは、私といた方が楽しいに決まってる。圭介さん、考え直して。と譲らない。圭介に、かすみちゃんは確かに素敵な女性だと思うよ。でも誰しもがマリナよりかすみちゃんを選ぶというわけじゃないんだよ。そこまでしてマリナから何かを奪おうとするのはやめなよ。と言われると、私は欲しい男はいつでも手に入れてきたのよ。既婚者だろうが恋人持ちだろうがね。お姉ちゃんなんかに負けるなんて許されないの。と叫ぶ。もう目は血走っていて正気の沙汰ではない。私が、かすみ、社長の息子さんの婚約者がいるって言ってたでしょ？その人と幸せになるんじゃないの？と聞いてみた。するとかすみは、結婚するわよ。でもそんなの金だけが目当てだもの。金持ちになる予定がなけりゃあんな男相手にしないわよ。あの婚約者の金で悠々自適に過ごして
私は普段はイケメンと楽しい時間を過ごすの。その中に圭介さんを入れたいのよ。と大きな声で言った。その話、そんな大きな声でしていいの？私の一言でその場は一気に静まった。かすみは、え？ときょとんとした顔をし、私の視線の先を振り返った。するとかすみの悲鳴のような声が聞こえたのだ。なんと、控え室の入り口にはかすみの婚約者が立っていた。かすみは、なんでここに？と、わけがわからない様子だ。圭介が、かすみちゃんの婚約者の写真を以前見せてもらったことがあっただろ？それでなんだか見たことがあると思っていたら、俺の営業先の社員さんだったんだよ。と説明を始めた。圭介とかすみの婚約者が知り合ったのが結婚式の直前だったので、圭介から、かすみさんが結婚式でおかしな行動を取りそうだから止めてほしい、とお願いしたのだ。しかしかすみの婚約者は、かすみはそんな人ではないと頑として信じてくれなかったとのこと。そのため、今回変装して結婚式に参加してもらうように提案したのだ。半信半疑で変装して参加したかすみの婚約者が見たものは、信じられないほど非常識な服装で結婚式に参加し、その後新郎新婦の控え室に突撃し、婚約者を馬鹿にするかすみの姿だった。婚約者は、結婚はなかったことにしてもらう、と言い捨て去っていった。かすみは追いかけようとしたが、目の前で扉をバタンと閉められ、呆然としていた。そしてわなわなと体を震わせたかと思うと、私に殴りかかってきたのだ。圭介が体を張って止めてくれたが、警備員が駆けつけるまでの間、かすみは大暴れし、そばにあった式場のドレスはビリビリに破り、置いてあった式の備品なども壊しまくったのだ。私はお姉ちゃんより上じゃないといけないの！警備員に引きずられながら、かすみの叫び声は虚しく響いた。その後のことは、圭介が元婚約者から聞いたり、私が両親から聞いたりした話だ。かすみは当然、婚約者から婚約破棄されることになった。婚約者の前ではいい子を演じていたが、今回の出来事で化けの皮が剥がれたのだ。元婚約者からは、結婚する前に判明してよかった。本当にありがとうございます。と、圭介は感謝されたのだとか。かすみは御曹司と結婚できると思い、貯金も使い切った上に借金をして散財していたそうだ。その上今回の出来事で、式場から壊したものの損害賠償を請求されているのだ。さらに悪いことは続くもので、今回の参列者の中にかすみの会社の人がいて、結婚式にものすごく非常識な服装で来ていた。と噂され写真まで出回ったのだとか。ひそひそと陰口を叩かれる状況に我慢できず、かすみは退職してしまったそう。しかし生活費や損害賠償の支払いや借金の返済は待ってくれない。いくつもアルバイトを掛け持ちして必死に支払いをしているのだとか。私はてっきり両親が助けるものだと思っていた。しかし母に話を聞いてみると、かすみは今までも遊んで捨てた男が包丁を持って実家に乗り込んできたり、不倫相手から請求された慰謝料を両親が肩代わりしたりと、相当苦労をかけてきたのだとか。妹の方を可愛がっていた両親も、さすがに今回のことで呆れ返り、かすみとは縁を切ることにしたそうだ。母からは、私の子育ての仕方は間違っていた。本当にごめんなさい。という言葉をもらった。今更ではあるが、少しだけわだかまりが解けたような気持ちになった。私はというと、その後圭介と二人で平和な日々を過ごしている。逆恨みしたかすみが来ることを恐れ、こっそり引っ越しも済ませた。もともと家族でも心から信頼してはいけないということは分かっていたが、家族でも一生分かり合えない人はいるということを改めて感じた出来事だった。